自宅でできるパルダリウムやります。YouTube をされてるヤスピーさんっていうことです。はい、チャンネルもヤスピーっていう名前にされてるんで、ぜひよかったら一度ご覧ください。よろしくお願いします。アクアリウムと、パルダリウムは最近始めたところなので、師匠に今日は教えていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今日は流木使おうと思います。はい。でも流木ってね、いろんな形あると思うんですけど、世界に一つだけの、形なので、好きな形でいろいろ選んでもらうのも面白いと思うので、流木結構おすすめです。ベゴニアとかコモラベナを植えることを考えるとちょっと余裕があった方がいいです。大きさでこれは流木の中に穴が開いてまして、こういうところに土を入れるとそこに植物植えたりできるんで、これはこれで面白いですね。これはこれで、はい。こっち三角ですね。でこの凸型っていうのは真ん中に凸、パルダリウムでいうとこういうのが凸ですね。でこれ三角、右肩上がりの三角、右肩上がりと、右下がりのイメージが変わってるんですけど、こっちの方は右肩上がりだと、勢いがあるとか縁起がいいですね。こっちは下がっていってるんで、どっちかというと落ち着いた感じ。人間の目って左から右に癖があるんですよ。ということで始めます。まずね、流木を置く場合、まずどういうふうに置くか自分で好きな形選んでください。はい。もう好きでいいですか？はい、好きな感じで。はい。いろいろ考えて。ここが見やすい。難しい。難しいですか？意外と難しい。これでもいいと思います。ここ下に穴が開いてかっこいいと思いますし、はい、これでもいいし、どうしましょう。僕がやっちゃうとあれなんで。そうですね。はい。はい。最初のやつがいいかな。これがいい。お願いします。はい。はい。その感じでいきますか。はい、これでいきます。はい。均一になる。均一になる。はい。入れてもらって。はい、入れました。流木。奥で自分の好きな高さとかに調整するためにこの粘土を使って、土台を作ってやってるわけです。こういう感じで差し込んでやる感じで。いけました。いけました。はい。今回色も使うんですけど、流木に直接貼り付けても生えません。苔を生やしたい部分にこれをくっつけていってください。でこの下にある水を上に苔を生やしておきます。そんなに分厚くなくていいです。薄くでいいです。粘土で植物を生やしたいところですね。イメージとしては鉢を作るっていう感じです。粘土をこう乗せてやってから穴を開けてやってください。ベゴニアをこの辺からパッてこう垂れてるような感じでしたらかっこいいと思うんで、ここに器を作ってやってほしいんですよ。ここに行きますね。はい。苔も光が必要なんで、自分で見てもらって上から光が当たりやすいところに苔生やしてやればいいから、あんまり暗いところとかに植えても生えないんで。黄金比ってします？だいたい7対3、バランスがいい比率でして黄金比っていうんですけど、これでいうと空間空いてる部分の割合が4対6から3対7ぐらい。一回置いてあって雰囲気見てもらって自分でレイアウト的にいいかなとか確認してもらって、かっこいいんちゃいますこれね。いい感じですね。なので栄養のないやつ、
このプラチナソイルのスーパーパウダーっていう一番細かいやつですねと藤沼を1対1で掛け合わせます。先生、質問いいですか？はい。栄養のあるソイルを使ったら逆にどうなるんですか？肥料焼けっていうのをします。毎日豚骨ラーメン食ってるみたいな感じになります。わかります？ちょっと毎日は食われへんやろっていう。はい毎日豚骨ラーメン食ってるのを想像してください。いいもたれます。はい、そんな感じになります。これなんでスーパーパウダーがいいかというと、これはあえて植物が育ちにくくしてやるんですよね。コンパクトに育つようにしてやる。ゆっくりじわじわコンパクトに育つ。はい。パウダーの種類ってどういうのがあるんですか？スーパーパウダーとノーマル。粒の大きさはどのぐらい違うんですか？これメーカーじゃないからな。これスーパーパウダーは1、2ミリじゃないかな。はい。いいですか？お嬢さんいいですか？お嬢さんも OK ですか？大丈夫ですか？ニューラルパルルガスしてます？枯れながら広がっていくって感じです。水草の一種。はい、こんな感じで、なんか、ハイライトで一番明るい色が出て、アクセントになると思います。いきました。はい。はい。もう仕上げです。はい。はい。この下に土を入れてやります。さっきのこれを。はい。これ土があると結露しにくくなります。土が多いと土も呼吸みたいになってるんですよ。水分吸収したり出したり。はい、先生、はい、いつも曇らないで結露して曇らないで、はい、綺麗に見える方法はないんですか？ちょっと隙間を開けてやることですね。蓋の部分を、はい。こういうのとか真ん中に落ちた方が確実。最後に仕上げとして地面にも苔を植えてやります。この根元とかこのまま苔が続いて地面に続いていってるみたいな雰囲気で。なるほど。なんかご質問ありましたらお答えできる範囲でやりますか？ないですか？基本的に密閉されてるんであんまり変更がなんていうの分かんない感じで。一番怖いのが小バエですね。小バエが外から入ってきてこの中に入って卵を産みつけたりすると危険ですね。家の中で生ゴミとかほっといてそこから発生したやつがもしここに入っていったらそこから発生する可能性があります。トビムシってご存知ですか？めちゃめちゃちっこいダニみたいな虫なんですけど、それは実は森の分解者って言われてて、枯れた葉っぱとか落ちてしまった葉っぱを食べてくれるんでカビの発生を抑えてくれたりします。分解者ですね。小バエみたいなやつをもし入っちゃった時、駆除したい時はどうするんですか？殺虫剤も売ってますね。売ってるのは売ってます。野菜の殺虫剤の小バエのやつとかあるんですけど、ただしカエルとか生き物入れる場合はやめてほしい。やめてください。カエルがいたらカエル食べる、小バエ食べるんで大丈夫なんですけど、あとはもう一回乾燥させて死滅させるとか、もうとにかく入らへん。生ゴミをかなり。はい、ニューラージュなんかもこの辺にもあった方が面白いかな。なんとなくわかります？植物、同じ植物は同じ高さに生えるとかね。人ってあんなとこから草生えてるとかなったら気づきませんか？石垣の隙間からシダ生えてたらここシダ生えてるやんとか気づきません？なんか変なとこから生えてる方がなんかそ
その自然じゃないですけど、なんか人間にとってはなんか面白いな、自然ってすごいなみたいな感じやすいので、こういうなんか中途半端な横から植えたりすると自然っぽく見えたりします。はい、できました。はい、OK です。いいと思います。はい、ちょうど1時間ぐらいですね。で、一つできるんで、はい、まあ、作業的にもそんなに難しいことをしてないと思います。はい、どうでした？はい、さん。はい。まあ、作ってみた感じで言うと、まあ、とても簡単に作れるかなと思います。あとは多分素材が、まあ、どういうのを選ぶかっていうので結構最初の骨組みというかレイアウトをどういうのを作るのかなっていうのが本当に肝になってくると思うので、まあ、ショップさんに行った時とかに、まあ、しっかり吟味した方がいいのかなっていうのは感じました。なるほど。はい、実演今見られてた方は多分好みが分かれると思うんですよ。こっちの方がいいかなとか、はい。どうなんですかね。聞くんですかそれ？どっちの方がどっちの方がいい？どっちの方がいい？ちょっと正面から見て。どっちの方がいい？どっちが好き？なんか聞こえた。ちょっと待ってて。パパは手前みたい。あ、これ私にはどっちかわからん。あ、わからん。手前ってどっちかわからん。どっちもいいよね。ね。どっちもいい。どっちもいいね。育つと変わるんだよ、見え方がまた。パパこっちやからね。誘導した。あ、こっちとね。これはジブリのレイ君の白ラケットみたいで。お、かっこいい。お、かっこいい、そういうの作ろうよ。ねえ。もののけ姫みたいな森作りたいよね。あ、ほら見て。そっか。ほら。ちょっとできる。家でできる。もののけの森になったよ。以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。パルダリウムはやったことないんで、とても勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。やってみたいと思いました。やってみたいと思います。ありがとうございます。そうですね。パルダリウムやったことないんですけど、今回すごい作り方とかも分かりやすかったんで、やってみたいなと思いました。ありありがとうございます。がとうございます。わかりやすいと強調しています。お姉さん。パルダは始めて1年間くらいなんですけども、そうなんですね。見よう見まねではい。独学でやってたんで、はい。改めて基礎を学んだっていうか、左から右が、はいはいそういう見え方で心理がどう変わるかとか、はい。こういう地図とかも選び方、はい。すごい改めて勉強になったな、早速書いてやってみようかなと。ああ、よかったです。は先生どうだった？二人とも、コケハルトとかが出来上が早くてすごかったです。い。ありがとう。ありがとうございます。自分もああいうの作ってみたいと思う？家に置物あるからうん。やってみたいです。ああ、作ってみて、ああいうの。本当にね。オッケー。ありがとう。ありがとう。皆さんどうもありがとうございました。いろいろ手伝っていただいてありがとうございます。ありがとうございました。乾杯。乾杯。